さて、各地の皇族の様子を見てきたけど、ここでもう一度楽ように話を戻そう。15歳で即位した皇帝は、両太后が摂政を返上して神政を行うようになると思いきや、大将軍の領機に権力を握られ続けたまま、20代の半ばに差し掛かっていた。なんでこんなことになっちゃったの？両太后が亡くなったとはいえ、その妹が官邸の皇后として宮中に睨みを利かせていた。しかも以前にも触れたように、宮中の衛兵や侍従は全て両機自身が人選し、官邸の行動はどんな小さいことでも必ず両機に伝わるようになっていた。だから官邸は迂闊に動けなかったんだよ。そうだったのか。両太后は賢婦人だったらしいけど、妹の両皇后の方はどんな人だったの？兄と姉の意向をバックにおごり高ぶっていたらしい。また欲しいままに贅沢を極めていたとも言われる。官邸との関係は思わしくなく、子供が生まれることもなく、両太后が亡くなった後は寵愛は衰える一方だったらしい。今回は官邸と両一族の関係がメインテーマだね。宝寺の老中に延長という19歳の人物がいた。弁安の孫、弁当のいとこである。彼は両機の凶暴さを見て憤りを抑えることができず、宮門を訪れ、皇帝への上奏文を差し出した。彼は上奏文の中で、政治が乱れているのは皇帝の権勢が重臣に奪われているのが理由であることを、大将軍両機は引退すべきであることを主張した。両機はこれを聞くと、弁長とライを密かに殺した。さらに延長と仲の良い人物や、かつて厳しい意見を愚信した人物を捕らえては次々に殺害した。この頃、異民族の卿が西方の国境地帯を侵犯し、国家の患いとなっていた。誰か辺境の風習を熟知している者を将軍として起用したい。適任者はおらぬか。慶長院の陳殿の家は代々辺境の将軍を務め、弓と馬が得意で名高い家柄で。おそうか。ならば陳家を度量将軍に任命しよこの陳家はこれまでに北方の国境である五元軍の大将を務め、また司教土中老省として南郷土の統治にあたるなど異民族行政の経験豊富な人物であった。彼は大将軍両機とは対立していた。そして彼は託人にあたり官邸に上奏文を立てまつった。陛下、度量将軍より上奏です。ほう、なんと言ってまいったか。辺境の軍が安定せず、しばしば戦乱が起こるのはもちろん異民族の侵入によるところもありますが、根本的には漢の政府の辺境の官吏たちの多くが適任でないことが原因です。彼らは私利を図り、職権を乱用して辺境の諸民族を侵害しており、それが辺境諸族の反抗を引き起こしているのです。罪を犯している地方長官を罷免し、悪しき習慣を一掃することで辺境の状態は劇的に改善するはずです。ふむ、そうかそうか。確かにその通りかもしれぬ。官邸は陳規の提案に心を動かされ、優秀兵州の志士を新たに選任し、多くの辺境地帯の管理を交代させた。また陳将軍のために兵領2州の1年間の祖父を免じ、官民と民衆に下賜すると命令を下した。こうして辺境は大いに収まり、1年に何億千もの国家支出が削減できた。くそ、新規のやつ面白くない。やつが軍港と名誉を独占しているとか、国威を貶めているとかなんとかいう誹謗中傷をばらまいてやれ。この讒言によって陳規は朝廷に戻された。彼はその後、両機の凶暴な振る舞いが激化している様子を見て、両機を殺すように官邸に上奏した。しかし受け入れられず、自分が必ず両機に危害を加えられると悟り、7日間食べないで飢え死にした。聖域の個人、兵領2州の民は皆彼のために哀悼の意を表し、彼の墓の前で弔いをしたという。その頃日食が発生した。今回の日食の原因はどこにあるのでしょうか。今回日食が発生したのは大将軍に対する天の咎めです。この発言が両機の耳に入った。両機は洛陽の役所にそれとなく命じ、陳寿を捕らえて拷問にかけさせた。陳寿は獄中で死んだ。陳寿はわしが信頼していたもの。それを勝手に捕らえて殺すとは許せぬ。こうして官邸の両機に対する怒りは高まっていった。そしてさらに火に油を注ぐような事件が起こったのである。保公という名の高級の役人がいた。彼が妻の千との間に設けた女の子の中に孟女という娘がいた。当公が死ぬと、千は孫女の叔父である両機という人物と再婚した。お久しぶりです。あら、私のいとこったらしばらく見ない間にこんなに綺麗な娘に育ったのね。これは私の旦那の目に触れさせるわけにはいかないわ。いやそうだわ。皇帝の後宮に入れればいいのよ。この娘が陛下の寵愛を受けて尊くなれば、きっと私にも努力があるに違いないわ。まあすっかり大きくなったわね。
それになんて美しいのかしら。そうそう、私思ったんですけど、この子を宮中に入れるのはどうかしら。きっと陛下もお気に召されると思うわ。もしそうすることで私たちの恩が開けるのでしたら、願ってもないことですわ。ねえお前。宮中なんて夢のような世界だわ。わかったわ。では私があなたを引き立てて皇宮に入れ、陛下の目に留まるように取り計らってみせましょう。こうして東網女は宮中に入り、孫児の引き立てもあって官邸に進められた。そして彼女は首尾よく官邸の心を捉え、貴人にまで栄達したのである。さて一方で皇后の方はどうかというと、官邸の寵愛は衰える一方だった。彼女は恨み深い性格で、皇宮の他の女性が妊娠するとさまざまな手を使って脅迫したり、無理やり堕胎させたりしたため、無事に子供が生まれることはほとんどなかった。官邸は良妃を恐れ、皇后を牽制することはなかったが、ますます皇后と官邸の距離は離れていった。そして延期2年7月、両皇后は憂いによって亡くなった。まずいな。これじゃ俺は外戚じゃなくなっちゃうじゃないか。皇宮の他の妃が皇后になろうものなら、俺の地位は誰かにとって変わられてしまう。私に考えがあるわ。私のいとこを皇后にすればいいのよ。あの娘か。悪くないな。彼女は当家の娘じゃないか。他の関係のない家の女が皇后になるより全然いいじゃない。なんならあの女をあなたの娘という子にして姓を領に変えさせたら、どうせ実の父親はとうに亡くなっているんだし。いいな、そうしよう。そうすれば俺は皇后の父親ということになって末永く安泰じゃねえか。当貴はそこで東網女の姓を領と変えさせることにした。良妃の心配は実の母親の千あたりから反対が出ることであった。そういや、あの女には姉貴がいて、その旦那の平尊が朝廷の義老になっているな。平尊が千に余計なことを言ったらこの話がぶち壊しになってしまう。来い、刺客を差し向けて平尊を片付けてこい。この手の悪事は数々手がけてきている良妃である。刺客を雇って平尊をさっさと刺し殺してしまった。しかし考え足らずの傾向のある良妃はこの時になって気がついた。平尊を殺してしまったことによって千を怒らせ、姓を変える話に強硬に反対する可能性を生んでしまったことに。しくじったな。こうなったら千も片付けるしかねえか。そうですか。しかしあの方は日頃外出されることはないので、外出する時期を何日も待つ必要がありますが。いつ外出するかわからないのを待っている間に何か行動を起こされてはまずいじゃねえか。急ぐとなるとあの方の邸宅に刺客を送り込むしかありませんが。ほう、そうするしかねえだろうな。千の家は洛陽の縁切りにあった。刺客は隣の家の屋根伝いに千の家に侵入しようとした。隣の家の住人は中将寺の縁者という人物。彼女男の大豪族縁氏の一族であった。縁氏は返答のような政府高官から縁者のような宦官の大物まで幅広く輩出していたのである。ご主人様、なんか上から物音がしませんか？確かになんかミシミシ言っているな。おかしいぞ。ちょっと見てこい。はは。ご主人様大変です。屋根の上に不審な者どもが登っております。しきりに隣の家の様子を伺っており、どうやら隣の家を狙っているようです。下僕どもを総動員して追い返せ。家中の太鼓を持ち出して鳴らすのだ。弊社の家では太鼓を鳴らして刺客を追い返し、千の家に事情を伝えた。千は慌てて宮中にいる娘の元へ駆け込んだ。母上、息せき切ってどうされたのですか？たった今、大勢の刺客が我が家を狙っていたのです。なんだって。隣の炎上寺の家の人が撃退してくれて、なんとか事なきを得たのですが。一体どうしてそんなことに？それが刺客の中に明らかに大将軍の家の人だと思われるものが混じっていたのです。先日娘婿が殺されたばかりで、今度は私の命が狙われた。今度も大将軍の仕業に違いありません。これは捨ておけない。官邸はいよいよ良妃を排除することを図ることとした。しかし宮中の一挙手一投足は全て良妃に伝わっている。官邸は考えた。川屋の中であれば情報が漏れることはない。その日官邸が川屋に立った際、東光という一人の宦官がそばに従った。官邸は勇気を出して彼に話を持ちかけた。左右の人の中に皇后の家と関係が良くない人は誰がいるか。船長左官派官南院両府里を訪問した折、礼儀を少し欠いたため、両府里はその兄弟を捕らえて洛陽の呉区に送ったことがありました。2人はその門にもう出て謝罪したため解放されることができました。旗女公右衛は
いつも密かに皇后の家が勝手気ままであることを恨んでおりますが、口に出す勇気がございません。そうか。ちょっと、前長左官を内室に呼んできてくれないか。かしこまりました。参りました。両将軍兄弟は、国の調整をもっぱらとし、朝廷の内外の管理を脅迫し、不行以下の大臣は、皆、その意に従っている。今、私は彼らを殺したいが、二人の成就はどう思う？彼らは確かに国家の奸賊であり、長い間、まさに誅殺すべき存在であります。しかし、臣たちはちっぽけな存在でありまして、陛下のお心がいかがかを存じません。もしそうだったら、密かに計画を立てようではないか。計画は難しくありません。恐れるのは、陛下が途中でためらって計画を変更されることです。国を脅かす関心は、当然しかるべき罪に付さねばならない。何をためらうことがあろうか。よし、ここに諸侯と武衛も呼んでこい。諸侯、武衛などが呼び入れられ、官邸と5人の宦官は共に誓いを交わした。官邸は前長の腕を噛んで血を流し、その血をもって盟約を結んだ。しかし官邸と5人の宦官の不自然な動きは、宮中に送り込まれた偵察隊によって直ちに領機に伝えられていた。何？そいつは放っておけねえな。ジョーン！はは。前長、東郷らが何やら不穏な動きをしている。お前は宦官の役所に泊まり込み、よくよく奴らの様子を偵察しろ。何か怪しいことがあったらすぐに報告するんだ。かしこまりました。くせ者だ、くせ者だ。出会え出会え。誰だお前は。誰の許しを得てこんなところに潜んでおる。しまった。この者を縛り上げよ。武衛たちは長音を拷問し、長音は領機の命によって動いていたことを自白した。陛下、機は熟しましたと。わしはどうすればいいのだ。朝廷にお出ましになり、少々呼び寄せて、大将軍の捕獲をお命じになされませ。同時に近中の門をしっかりと武装兵で固めるのだ。私は司令行為とともに兵を率いて大将軍の邸宅を包囲します。これで体制は決するはずです。それでよいのか。大将軍の害悪は久しいものがあります。生死に喜んで従わない者がどこにおりましょうか。案ずることはありません。わかった。即位以来10年以上の至福の時を経て、ついに官邸は立ち上がった。前殿に出土すると、証書台の管理を召し入れた。大将軍の領機に罪状あり、証書令は陳の代わりとして自設し、証書の役人を指揮せよ。皆は武装して近中の門を固め、施設をすべて回収せよ。訪問令は左級、右級の騎兵と古本、武林、都校の剣士、合計1004人を従え、司令行為とともに領機の邸宅を包囲せよ。宝禄君は直所して領機の邸宅に赴き、大将軍の院事を没収し、李慶と強行に移せ。はは。お屋敷が古本、武林の兵に囲まれております。門に直視が参っております。しくじったか。ことここに至っては打つ手なし。表記、孫樹はいずれも即日自殺した。河南院の領院をはじめ、領機、孫樹の一族をすべて投獄し、老若男女を問わず、全員公開処刑とした。当期におもねっていた多くの高級官吏が処刑あるいは罷免され、朝廷は空っぽになった。タイの国王、使徒の官員、四空の尊王は、全員領機に相追奨し、宮廷を守らなかった罪に問われたが、死刑は免れ庶民となった。不行、志士、大使などの高級官吏だけでも、この時処刑された者が数十人、かつて信家や賓客で免職となった者が300人いた。今回の出来事は晴天の霹靂で、死者は飛び交い、苦行は度を失った。役所も市中も家内が湧き立つように大騒ぎし、数日経ってやっと収まった。庶民は皆互いに喜び合った。表記の財産を没収して競売に出したところ、30数億に上った。これを政府の財源にすることで、天下の租税を半減することができた。領機の庭園を開放して貧民の土地とした。領機の中殺に功績のあったものを記録し、証書令円空以下数十人を諸侯に報じた。代わって後継を大位、祝典を使と、征夷を司空とした。後継は大位になると、真っ先に各州や軍の権力者の汚職を摘発し、死刑や流刑にした者が十数人いた。このため天下は新しい政治に大いに期待したのである。長年にわたって朝政を壟断していた領機とその一派が一掃された後の五官の政治がどう展開していくのか、それは次回ご紹介します。赤丸です。表記一派が一掃された延期2年は歴史の分岐点でした。この時期には陳範や李王をはじめとした名臣が続々と登場してきており、官邸が彼らを用いて政治を立て直すことができていれば、漢の天下はさらに続き、官邸は中興の名君と評されたことでしょう。しかし、外戚先見の時代の後にやってきたのは、宦官先見の時代だったのです。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、
チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。